皆さんこんにちは。吉岡由紀子です。ついに行ってまいりました。イタリアで吉岡塾初の海外稽古です。今回の動画では、私が長年行ってきた気のノンバーバルコミュニケーションを遠くイタリアで興味を持って集まってくれた20人ものイタリア人にまさに言葉の壁を越えて教えることができた私自身の最高の体験と夢が叶った素晴らしい旅を記録しておきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。永遠の都ローマ。大好きな映画ローマの休日のオードリー・ヘップバーンに憧れていた私がまさかそのローマに行こうとは。そしてその夢の地イタリアで吉岡塾初の海外稽古ができるなんて最高に幸せな時間。ワクワクと胸を躍らせて向かったのはイタリア在住28年のマキちゃんが13年前から住んでいるローマから少し南のプロッセーリという中世の町。到着して何より驚いたのは、私がいつかは行ってみたい街並みとして思い描いていた夢のような景色がそこにあったこと。驚きと感動でさらにワクワクした気持ちでプロステーリの街を案内してもらいました。そこは中世の町ならではの石畳に石造りの家々が立ち並び、それは夢の中にいるような景色でした。そして何と言っても一番の感動は、宿泊したペルセイのバルコニーから見た初日の出。高台にあるホテルの部屋の窓からほんのりと差し込む朝焼けで目が覚め、防寒に着替えてバルコニーへ。そこからの景色は絶景。静まり返った大自然。朝霧が街を覆い、雲海が広がる中、真正面の山肌から黄金に輝く初日の出が顔を出す姿は、今まで見たことのない素晴らしく幻想的な、それはまるで夢の中にいるような、言葉では言い表すことができない感動と感謝の素晴らしい新年の幕開けでした。さあ、いよいよイタリアでの初稽古。最高のエネルギーの中、どんなお稽古になるのかワクワクです。直前の決定だったにもかかわらず、ピンチベーロ市長のご協力により、見晴らしのいい視聴者の中の部屋をお稽古場として提供していただくことができました。イタリア人のお正月は外出はせずに家で家族と過ごす人が大半だと聞いていたにもかかわらず、なんと5歳から80歳までの20人もの方が集まりました。しかも遅刻者がゼロ。イタリアでは珍しいことだそうです。電車で6時間もかけて北イタリアから参加されたのは、ナポリ、キエティなどの国立病院のみならず、国際プロジェクトの主要メンバーとして長年国外でも活躍した産婦人科医。そして車で5時間運転して南イタリアから駆けつけてくれたのは、いつもいろいろと協力してくれる青年パスクワーレ。ピアニスト、サックス奏者など国立音楽院の教授陣、チェリスト、ヨガの先生、学校の先生、お医者様、弁護士さん、カメラマン、妊婦さん、学生さん、市の役員さん、5歳の男の子を連れて参加された
パパとママなど多種多様な方々が初めてのお稽古を楽しまれました。なんといっても今回のお稽古の素晴らしかったことは、まさに言葉の壁を越えてのお稽古の実現。私はイタリア語もままならない状況。事前にマキちゃんがイタリア語で説明をし、お稽古中は通訳として入ってくれました。ですが、お稽古の経験者の方はお分かりのように、言葉での説明には限界があり、言葉で理解するのではなく、体の感覚として掴んでほしいと感じたため、途中からは見よう見まねでと通訳してもらうことに変更したところ、一気に一体感が出てスムーズな流れができてきました。基本稽古をする皆さんの顔は晴れ晴れとし、ご自身の体の感覚として呼吸の心地よさを体感している様子が見て取れました。さあ、次は気のノンバーバルコミュニケーションのお稽古です。ノンバーバルコミュニケーションとは、言葉を超えた交流、言葉ではないコミュニケーション、すなわち体から発する気のみで交流を行うものです。とはいえ、言葉が通じるとついつい言葉で説明したくなるもの。でもここでは言葉は通じない。結果的に気だけで相手に伝えることのみが事実として相手に伝わる。今までにない初めての経験に胸が躍りました。そして初めての気の感覚に驚き、笑顔になる姿はまさに言葉での説明など必要ないことを証明してくれました。今回のお稽古に参加した方だけでなく、都合で参加できなかった方々からも、ぜひこの先も吉岡塾のお稽古をと強い要望があったそうです。私のイタリア稽古はこれからも定期的なものになりそうです。ワクワクが止まりません。そしてさらに今回はイタリアでのお稽古の後、フランスへも行き、以前吉岡塾でサポートをしてくれていたみやこちゃんや、オーストリア在住の私のいとことも合流することができました。この後のフォトアルバムに追加しておきます。それでは次回の動画もお楽しみに。チャオ。